人類の歴史を通じて、たった3文字の言葉が詩人を神へ、哲学者を広場へ、求道者を神託者へと向かわせてきました。私は誰？アポロ神殿に刻まれた古代ギリシャの格言、汝を知れから、ロックバンドザ・フーの代表曲 Who Are You？ それから哲学者、心理学者、研究者、科学者、芸術家、神学者に政治家まで、皆がアイデンティティの問題と格闘してきました。それぞれの説は大きく異なり、合意には至っていません。賢くて創造的な人たちなのになぜ正当にたどり着くことができないのでしょう。問題の一つはアイデンティティの持続性という複雑な概念にあります。まず対象になるのはどの自分か。今日の自分、5年前の自分、50年後の自分。それに自分が今存在すると言ってもそれは今週のこと？今日？この時間？この瞬間？さらに自分も様々です。物理的な身体？思考や感情？それとも行動？これらの曖昧で抽象的な思考の舵を取るのは大仕事です。そこでこの複雑さをギリシャの歴史家プルタルコスは船の話で例えました。この物語では神話上の人物でアテネ王家の始祖テセウスが悪者であるクレタ島のミノタウロスを一人で倒し船で戻ってきます。この英雄的偉業を称えるために1000年の間アテネの人々は港にある彼の船を入念に手入れし続け、毎年彼の航海の様子を再現しました。船の一部が朽ちたり壊れたりするたびに同じ素材の同じ形の部品と取り替えていくと、ある時点で元々の部品はなくなってしまいました。プロタルコスはテセウスの船の話を哲学的なパラドックスであるアイデンティティの持続性の例として述べました。あるものの全ての部品が置き換えられてしまっても同一のものであり続けられるでしょうか。ここに2隻の船があります。テセウスがアテネに係留した船、これを A 船とし、1000年後にアテネの人々が乗った船、これを B 船とします。これはすごく単純な問題です。A と B は等しいか。1000年の間、テセウスの船は1隻しか存在せず、しかも変化は徐々に起こったので、この船はこの間、どの地点においてもテセウスの船だったと考える人もいるでしょう。共通する部品は一つもないけれど、この2隻の船は数的には同一、つまり1隻で同一。だから A は B に等しい。しかしテセウスは B 船には一度も乗っていない。この戦場に彼が存在したことがテセウスの船としての本質的な要素であるため、彼の乗船なしにこの船は存続しないという人もいるでしょう。すると、この2隻は数的には同一であっても質的には同一ではない。したがって A は B に等しくない。では、こう考えてみるとどうでしょう。元の船の各部品は捨てられており、それを誰かが全部集めて全く元通りの船を作ったとしたら、それが完成したら2隻の船が物理的に存在することになります。アテネの港に係留されたものと誰かの裏庭のもの、テセウスの船の名を冠する権利が双方に発生します。でも本物は一つだけでしょう。本物はどっち？さらに重要なのは、これがあなたにどう関係するかです。テセウスの船のように、あなたは常に変化し続ける部品の寄せ集めです。物理的な身体、精神、感情、環境から癖まで、これらは常に変化していますが、驚くことに、そして不合理なことに、それでもあなたはいつも同じあなたなんです。これが、私は誰の質問を複雑なものにしている理由の一つです。そしてこれに答えるためには数々の優れた先人のように哲学的パラドックスという際限のない大海に飛び込まねばなりません。それとも僕は叙事詩に出てくる立派な船に乗った伝説の英雄なんだと答えるのもありでしょう。もっと思考を刺激してみましょうか。質問です。痛みと無縁の人生を選べるとしたら、その答えは予想以上に複雑かもしれません。この動画で詳しく学びましょう。